今回の動画は資金管理には欠かせないバルサラの破産確率を理解することで2つの重要なポイントが分かります。ぜひ最後までご覧ください。投資家の皆さんこんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる投資の世界を覗いてみましょう。ということですね、今回のテーマはこちらです。バルサラの破産確率前編ということですね。また後編もお送りしますのでお楽しみにしておいてください。バルサラの破産確率なくして資金管理はできない。この動画を最後まで見るとですね、どうやって資金管理すればいいのか分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは FX 株式投資オプション ETF など投資のを切り口として科学や金融経済歴史心理学などですね、投資の知識はもちろん投資の楽しさをお伝えする、投資教育チャンネルとなってます。私クラウドの独自の目線と考え方でできるだけ分かりやすくお伝えしようと思います。お知らせです。現在無料のオンラインコミュニティやってます。興味のある方はですね、今のうちに、チャンネル登録と LINE 登録していただけたらなと思います。トレード手法も全て公開してます。では早速本題に行きたいと思います。バルサラの破産確率とはそもそも何でしょうかね。はい、フランスの数学者ナウザー・バルサラという方がですね、1992年に出版した著書になります。マネーマネジメント・ストラテジーズ・フォー・フューチャー・トレーダーズという、先物トレーダーに向けてのですね、資金管理戦略みたいな感じですかね。で、解説した理論になります。で、このバルサラの破産確率の中ですね、基礎用語が3つほど出てきますので、それをさらっと紹介します。まず勝率ですね。勝率は簡単ですね。全部でトレードした回数分の勝ったトレードの回数という形になります。パーセントで表します。リスクリワードレシオ、これも分かりやすい有名ですよね。はい。ポイントは平均というところになりますね。平均というのが大事です。はい。平均損失対平均利益。基本的に平均損失を1としますので、1対1なのか1対2とかね。こんな感じで言います。損失を1としたときに利益が2になるんだったら、損切り幅が1に対して利益幅が2倍だよねという形ですかね。あくまでも平均ということを忘れないでくださいね。はい。で、許容損失金額というのは、いわゆるリスクになります。1回のトレードでのリスクになりますね。はい。総資金に対するどれだけ損失金額を許容するのかって形です。これが 3% とか 5% とかね、10% とかいろいろありますね。はい。この3つですね。はい。以上の3つの変数だけで資金を溶かしてしまうのかどうかっていうのが分かるものがあるんですね。それがバルサラの破産確率なんですけども、つまり、FX や株、先物、ゴールドとかコモディティもそうですね。などの投資で勝ち残れるのかどうかっていうのが分かってしまうということなんですね。では実際に計算してみましょう。以下のサイトを使って説明します。説明欄にもね、リンク貼っておきますので、もしよろしかったらこちらね、確認してみてください。はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。まずですね、サイトにアクセスするとですね、スマホでもいいんですけど、こんな風にね、入力する場面が出てきますので、入力してやっていきましょうね。はい、まずは勝率 50%、勝率 50%。これが RR 比率、リスクリワードのことですね。リスクリワードレシオのことですね。が、1倍、つまり1対1ということになりますね。で、損失の許容、これがつまりリスクです。リスクを仮にね、5% とする。つまりこれコイントスみたいなもんですね。コイン表か裏かどうですか。はい、勝ったら掛け金を失います。勝ったら掛け金を得られますよ。負けたら掛け金を失いますよというゲームですね。はい。で、コイントスをこんな風にね、何回もずっと続けると破産確率は 100%。はい。これ数値入れると破産確率 100% と出てきます。はい。前回の動画でもお伝えしました。ギャンブルの関連も話もそうですね。コイントスだと、結果的に最終的には負けてしまうよというゲームなんですね。はい。で、ここにですね、取引開始の資金額。これを100万円、破産と判断する資金額が1万円。つまり、ここに書いてあります。資金が100万円ですね。資金100万円が1万円になったら破産と、判断しましょうという形ですかね。コイントスでこういうゲームをやると、長い目で見たら 100% 破産しますよということになりますね。はい。じゃあ今度はですね、今、リスクを 5% としました。で、破産確率 100% でした。はい。じゃあリスクをもっとちっちゃくしようということですね。リスクをここ 1% にします。ここですね。さっき 5% だったものを 1% にします。1% にするとどうなるか。これもポイントですよね。同じですね。破産確率は 100%。例えばコイン100枚持ってて、毎回1枚かけて、それをずっとやってっても結果的には長い目で見たら 100% 負けるよというものになりますね。はい。で、ここからもっと深掘りしていきますからね。はい。で、コイントスですね。50%。勝率 50%、リスクリワード1対1で、リスクを 1%。
で、破産確率 100% でした。で、ここからですね、リスクリワードレシオをですね、1対1だったものを1対 1.1 にするとどうなるか。まあ、例えば FX で言ったら損切り10ピップス、利確を11ピップスにした場合ってことですね。はい、どうなるかというとですね、ここを 1.1 にします。1.1 にするとどうなるか。はい、面白いですね。破産確率 0% です。つまり、破産しないと。絶対負けませんよ、理論上は。っていうことがわかりますね。はい。なので、このリスクリワードを伸ばすことが大事ということがわかります。じゃあ続いてですね、はい。今度はリスクリワードが先ほどね、1対 1.1 にしましたけども、今度は勝率を上げてみましょう。勝率を 51% にします。リスクリワードは1対1のままですね。51% に、ここを51にします。はい。1に戻して51にするとどうなるか。破産確率は同様に 0%。理論上は負けないよというものになりました。つまりこのことからわかるのはですね、まあポイント1です。2番までありますからね、ポイント1ですよ。はい。つまり勝ち残るためには、勝率 51% 以上、もしくはリスクリワードレシオが1対 1.1 以上は必要なんですね。ずーっとやっていく、まあ、資金を溶かさずに勝ち続けるためには、必ずこのね、割合は必要。理論的には。という形になります。はい。まあ、さらにね、もっと深掘りしていきます。はい。続いてですね、まあ今度ですね、勝率は 51% ですね。51% でリスクリワード 1.1、リスク1% だったものをですね、今度はじゃあ、損失許容を大きくしてみましょう。リスクを大きくするとどうなるか。仮に 4% にしてみます。4% にすると、ここですね、4% にするとどうなるのか。破産の確率は 98.88%。はい。先ほどの場合は 51%、ね、勝率 51% のこの設定の場合は破産確率 0% だったのに、リスクを 4% まで増やすと、一気に 98.88% の確率。つまり、掛け金ですね。リスクを少し増やすだけで、まあ、破産してしまうということになるわけなんですね。はい。じゃあ、どれぐらいの掛け金ってどれぐらい少しなのっていうところをね、ちょっとさらに深掘りしていこうと思うんですが、先ほど 4% で勝率 51%。4% の場合は 98.88% で、まあ、破産してしまうという確率でした。じゃあ今度は 3% にします。4% から 3% に減らします。そうするとどうなるのか。3% になると 21.55%。つまり100回やったら 21.55 回は負けてしまう。資金を溶かしてしまうよという確率ですね。はい、じゃあもっと下げてみますよ。3% だったものが今度 2% にします。2% にするとどうなるか。破産確率は 1% になります。まあこれでも100回やったら1回負ける割合と言われているんですけども、じゃあ実はここで多分皆さん聞いたことあると思うんですよね。これですね。はい。初心者のうちはリスクを 2% 以下とかね、3% 未満とか 2% 以下にするべきだよとかって聞いたことありません？ありますよね。それは今ご紹介したことが理由になります。ポイント2ですね。はい。初心者。まあ、勝率が 50%、リスクリワードレシオが1対1に近いというものだとするとですよ。初心者をね。とすると、まあ、リスクは 2% 未満にするべきってこれ一般的にも言われてますけども、今のが理由ですね。2% 未満にすると、まあ 50% リスクリワードが1対1に近いとするとですね、まあ、破産の確率が 1% より下がる 1% 未満になるからということになりますかね。はい。と言われてるんですが、これを投資の世界で当てはめます。例えば株式投資、為替でもいいですけども、厳密に言うと勝率 50% にはなりません。初心者の方は。はい。これは私もトレード教えてるんですけども、大体初めての方が40何パー、30何パーとかですね。まあこれは私の以前の動画、歴史をね、学んでいただければわかると思うんですけども、相場というものは基本的に対数正規分布となってまして、まあちょっと専門的な話ですけどね、はい、対数正規分布になってまして、中央値、確率分布は半分よりも低いんですね。半分よりも小さいんです。つまり勝率 50% じゃなくてランダムで、リスクリワードが1対1だとすると、勝率は下がるんですね。対数正規分布。なのでね、損切りの方がかかりやすいんですね。損切りに引っかかりやすいものなんです。なので、勝率 50% には 50% も出ません。なので、全くの初心者はだいたい40何パー、30% とかですね。はい。まあ、勝率 50% 出たらもう結構やってるねっていう感じになりますので、はい。厳密に言うと勝率 50% にはなりませんのでね。はい。あくまでも、まあ、練習を重ねて、ここにまずは持っていくところですね。51% 以上というところになりますかね。はい。ということで、今回のまとめですね。はい。勝率とリスクリワードを出すために、はい、勝率とリスクリワードとはリスクが普通ありましたよね。何%かけるかありましたけども、リスクは自分で決められますからね。はい、じゃあ今回は 1% にしようとかね、そこは自由に決められますけども、勝率とリスクリワードっていうのは自分の手法のデータがないといけませんから、つまり、検証ですよね。
検証して結構質問いただくんですけど、何のため検証するんですかと。はい。それはですね、勝率とリスクリワードを出すためなんですね。自分の手法、ルールがですね、やると勝率とリスクリワードがどうなるのかっていうのは検証してしっかりと出さないと、そもそも勝てる見込みがないものをトレードしてるっていうことにもなりかねませんので、勝率とリスクリワードを出すために必ず検証しましょうということですね。はい。ということで、後編もお楽しみにということですね。はい。この動画良かったと思ったらチャンネル登録していただいて、高評価、コメントで応援していただけたらなお嬉しいですね。また次回をお楽しみにということで、無料の LINE コミュニティトレード手法を詳しく知りたい方はぜひ LINE 登録してください。ということで、ありがとうございました。